今回のテーマは、日本のアパート契約に必要な初期費用についてです。日本でアパートを借りるのは、特に外国人にとって少し複雑に感じるかもしれません。実際、契約の際には思った以上に多くのお金がかかることがあり、こんなに払うのと驚く人も多いと思います。そこで今回は、日本で賃貸物件を契約するときにかかる主な費用について、一つずつ詳しく説明していきたいと思います。まず、多くの物件で必要とされるのが敷金です。これはいわゆる保証金のようなもので、大家さんに預けるお金です。部屋を退去するときに、もし部屋に傷や汚れがあれば、その修繕費として使われることになります。問題がなければ一部または全額が返ってくることもありますが、全額返金されるとは限りません。金額は物件によって異なりますが、だいたい家賃の1ヶ月から2ヶ月分が一般的です。次に、礼金もよく話題になります。これは日本独自の習慣で、大家さんに入居させてくれてありがとうという意味で払うお金です。敷金と違い、退去しても返ってきません。つまり、一度払ってしまうと戻ってこないということです。金額は家賃の1ヶ月分、もしくは2ヶ月分ということもあります。最近では、礼金ゼロの物件も増えてきていますが、人気のエリアや新築の物件ではまだまだ必要なケースが多いです。さらに、不動産会社を通して部屋を契約する場合は、仲介手数料が発生します。これは、その不動産会社へのサービス料のようなもので、多くの場合、家賃の1ヶ月分に消費税を加えた金額になります。つまり、家賃が8万円なら、だいたい8万8000円程度の仲介手数料がかかることになります。契約時には、前家賃も求められることが多いです。これは、入居した月の家賃や、翌月分の家賃を先に支払うというもので、日本では家賃を前払いするのが一般的な習慣となっています。そのため、入居日によっては、日割り家賃と翌月分を一緒に支払うこともあります。そして、火災保険にも加入する必要があります。これは義務ではありませんが、ほとんどの不動産会社が契約の条件として求めてきます。火災保険は万が一の火事や水漏れなどに備えるもので、2年間で1万から2万円程度が相場です。さらに、入居前に鍵を交換する場合があります。その場合、鍵の交換費用も入居者が負担することになります。これも物件によって異なりますが、だいたい1万円から2万円程度です。また、最近では保証人を立てる代わりに保証会社を利用するケースが一般的になっています。日本では伝統的に賃貸契約の際に保証人が必要とされてきましたが、外国人にとっては日本に保証人を頼める人がいない場合も多く、そういった人のために保証会社が使われるようになっています。保証会社に支払う料金は、家賃の半月分から1ヶ月分程度で、1年ごとに更新料がかかることもあります。ここまでの費用をすべて合計すると、例えば月8万円のアパートを借りる場合、初期費用は40万円から50万円ほどになることも珍しくありません。もちろん、物件によってはもっと安く済むこともありますが、初めて日本で一人暮らしを始める人にとっては大きな金額ですよね。では、どうすれば初期費用をできるだけ抑えられるのでしょうか。一つの方法は、敷金、礼金がかからない物件を選ぶことです。最近では、外国人向けの物件や学生向けの物件などで、00物件と呼ばれる、敷金も礼金も不要な物件が増えてきています。仲介手数料も無料になるキャンペーンを行っている不動産会社もありますので、いろいろ比較して探すことが大切です。また、保証会社を利用する場合でも、会社によって料金が違いますし、更新料がかからないところもあります。火災保険についても、プランや保険会社を比較して、自分に合ったものを選ぶことで、無駄な出費を抑えることができます。それから、初期費用とは別に、引っ越しの費用も考えておく必要があります。例えば引っ越し業者に頼む場合、その料金もかかりますし、家具や家電を新しく揃える場合も、かなりのお金が必要です。生活を始めるには、家賃以外にもいろいろな出費があるということを忘れないようにしましょう。最近では、マンスリーマンションや家具付きのシェアハウスなど、
初期費用を抑えて短期間だけ住むことができる選択肢も増えてきました。例えば1、2ヶ月だけ日本に滞在する人や、最初の数ヶ月だけ仮住まいとして利用したい人にとっては、とても便利な方法です。家具や家電も最初から揃っているので、すぐに生活を始めることができます。最後に、アパートを選ぶ際の注意点もお伝えしておきます。契約する前に、必ず契約内容をよく確認しましょう。特に、解約のルールや退去時の費用については、しっかり理解しておくことが大切です。不動産会社によっては、英語や中国語などで契約書を用意してくれるところもありますので、言語のサポートがあるかどうかもチェックしておくと安心です。そして、月々の支出も重要です。家賃だけでなく、管理費や教育費、水道代や光熱費、インターネット料金などもかかってきます。こうした毎月のコストも含めて、自分の生活スタイルに合った物件を選ぶことが、日本での快適な生活を送る第一歩になると思います。今回は、日本のアパートを契約する際に必要な初期費用について、できるだけわかりやすくお話ししました。日本特有のルールや費用の仕組みを理解して、無理のない範囲で住まいを選ぶことが大切です。それでは、今日のエピソードはここまでです。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。今回のテーマは、日本のアパート契約に必要な初期費用についてです。日本でアパートを借りるのは、特に外国人にとって少し複雑に感じるかもしれません。実際、契約の際には思った以上に多くのお金がかかることがあり、こんなに払うの？と驚く人も多いと思います。そこで今回は、日本で賃貸物件を契約するときにかかる主な費用について、一つずつ詳しく説明していきたいと思います。まず、多くの物件で必要とされるのが敷金です。これはいわゆる保証金のようなもので、大家さんに預けるお金です。部屋を退去するときに、もし部屋に傷や汚れがあれば、その修繕費として使われることになります。問題がなければ一部または全額が返ってくることもありますが、全額返金されるとは限りません。金額は物件によって異なりますが、だいたい家賃の1ヶ月から2ヶ月分が一般的です。次に、礼金もよく話題になります。これは日本独自の習慣で、大家さんに入居させてくれてありがとうという意味で払うお金です。敷金と違い、退去しても返ってきません。つまり、一度払ってしまうと戻ってこないということです。金額は家賃の1ヶ月分、もしくは2ヶ月分ということもあります。最近では、礼金ゼロの物件も増えてきていますが、人気のエリアや新築の物件ではまだまだ必要なケースが多いです。さらに、不動産会社を通して部屋を契約する場合は、仲介手数料が発生します。これは、その不動産会社へのサービス料のようなもので、多くの場合、家賃の1ヶ月分に消費税を加えた金額になります。つまり、家賃が8万円なら、だいたい8万8000円程度の仲介手数料がかかることになります。契約時には、前家賃も求められることが多いです。これは、入居した月の家賃や、翌月分の家賃を先に支払うというもので、日本では家賃を前払いするのが一般的な習慣となっています。そのため、入居日によっては、日割り家賃と翌月分を一緒に支払うこともあります。そして、火災保険にも加入する必要があります。これは義務ではありませんが、ほとんどの不動産会社が契約の条件として求めてきます。火災保険は万が一の火事や水漏れなどに備えるもので、2年間で1万から2万円程度が相場です。さらに、入居前に鍵を交換する場合があります。その場合、鍵の交換費用も入居者が負担することになります。これも物件によって異なりますが、だいたい1万円から2万円程度です。また、最近では保証人を立てる代わりに保証会社を利用するケースが一般的になっています。日本では伝統的に、賃貸契約の際に保証人が必要とされてきましたが、外国人にとっては日本に保証人を頼める人がいない場合も多く、そういった人のために保証会社が使われるようになっています。保証会社に支払う料金は、家賃の半月分から1ヶ月分程度で、1年ごとに更新料がかかることもあります。ここまでの費用をすべて合計すると、例えば月8万円のアパートを借りる場合、初期費用は40万円から50万円ほどになることも珍しくありません。もちろん、物件によってはもっと安く済むこともありますが、初めて日本で一人暮らしを始める人にとっては、大きな金額ですよね。では、どうすれば初期費用をできるだけ抑えられるのでしょうか。
一つの方法は、敷金、礼金がかからない物件を選ぶことです。最近では、外国人向けの物件や、学生向けの物件などで、00物件と呼ばれる、敷金も礼金も不要な物件が増えてきています。仲介手数料も無料になるキャンペーンを行っている不動産会社もありますので、いろいろ比較して探すことが大切です。また、保証会社を利用する場合でも、会社によって料金が違いますし、更新料がかからないところもあります。火災保険についても、プランや保険会社を比較して、自分に合ったものを選ぶことで、無駄な出費を抑えることができます。それから、初期費用とは別に、引っ越しの費用も考えておく必要があります。例えば引っ越し業者に頼む場合、その料金もかかりますし、家具や家電を新しく揃える場合も、かなりのお金が必要です。生活を始めるには、家賃以外にもいろいろな出費があるということを忘れないようにしましょう。最近では、マンスリーマンションや家具付きのシェアハウスなど、初期費用を抑えて短期間だけ住むことができる選択肢も増えてきました。例えば1、2ヶ月だけ日本に滞在する人や、最初の数ヶ月だけ仮住まいとして利用したい人にとっては、とても便利な方法です。家具や家電も最初から揃っているので、すぐに生活を始めることができます。最後に、アパートを選ぶ際の注意点もお伝えしておきます。契約する前に、必ず契約内容をよく確認しましょう。特に、解約のルールや退去時の費用については、しっかり理解しておくことが大切です。不動産会社によっては、英語や中国語などで契約書を用意してくれるところもありますので、言語のサポートがあるかどうかもチェックしておくと安心です。そして、月々の支出も重要です。家賃だけでなく、管理費や教育費、水道代や光熱費、インターネット料金などもかかってきます。こうした毎月のコストも含めて、自分の生活スタイルに合った物件を選ぶことが、日本での快適な生活を送る第一歩になると思います。今回は、日本のアパートを契約する際に必要な初期費用について、できるだけわかりやすくお話ししました。日本特有のルールや費用の仕組みを理解して、無理のない範囲で住まいを選ぶことが大切です。それでは、今日のエピソードはここまでです。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。